今回は前回の続きです。今回はカメラも撮影してきました。カメラの総評もしていきたいと思います。時は今、どっこいてどっこいて。恥ずかしい。それと5段階評価やっていきたいと思います。私はピクセルからお金と製品をもらっていません。製品貸し出しも受けていなく、メーカー担当者とつながっていません。なので正直なレビューをしていきたいと思います。自腹で買っています。それではやっていきましょう。ちゃんと自腹で買ってます。それではオープン。ピクセル QA 紫。スペック見ていきましょう。前回動画見てほしいんですけど、一応劣ってる部分、優れてる部分だけ発言していきたいと思います。 SoC はどれもほぼ一緒。前作から進化はほぼしてません。 QA 画面サイズの割に本体サイズはでかいです。なぜなら画面ベゼルが太いから極太ベゼルです。おそらく差別化しているのでしょう。重さはピクセル9 198と重い。プロモデルと同じ重さです。望遠レンズがでかければでかいほどスマホは重くなる傾向にあります。特にカメラ性能の高いハイエンドモデルとか、メモリはピクセル9が12と優れてます。ワイヤレス充電 QA は急速じゃありません。カメラは超広角、ピクセル9が4800万画素。おそらく一番画質がいいと思います。写真、動画ともに。Wi-Fi はピクセル9無印が7。価格は実売価格で比較しています。定価で比較しても意味ないと思うので、現在セール開催中。ピクセル 9A 51,800円。私はこのような買い方しました。Google ストア128を定価8万円。ストアクレジット15,000円つきます。iPhone SE2 中古相場12,000円12,000円で買いました。現在は相場上がってます。在庫がなくなってます。一応このようなお得情報を日々 Twitter で情報発信しています。予約販売始まった直後ぐらいにこの情報を流しました。フォロワーさんは買えてると思います。12,000円のスマホを25,000円で引き取ってくれるので13,000円得します。実質価格合計51,800円。128はまあありだと思うけど、256になると定価95,000円とくっそ高くなります。これはかなり微妙。だいたい他メーカーは256が標準なことが多いですからね。ピクセル9無印はブラックフライデーセールで7万円ぐらいから売ってました。それ以降セールが開催されません。ピクセル8はキャリア版投げ売りされた時にかなり相場下がって55,000円で買いました。実測の充電速度を載すの忘れました。ピクセル 9A USB-D65W 充電器 CIO の充電器で 26W 出ました。十分でしょう。次にアンツズベンチマークバージョン10回しました。前回よりもスコア上がってます。アップデートが来てたのでアップデートを測りました。すると2万点上がりました。総合スコア127万点。総合スコアよりも CPU と GPU を見てください。こっちの方が大事。CPU スコアは一般的な処理能力。GPU はグラフィック能力 3D ゲームをするのに重要でしょう。CPU35 万点。GPU45 万点。CPU が無印9もしくはプロよりも5万点落ちます。なぜか知らないけど A シリーズはいつも CPU 性能落ちる傾向にあります。発売直後よりもアップデートで改善されているようです。私のブログ記事見ましょう。色分けしてます。ピクセル8とピクセル 9A 大体同じスコアになりました。ほぼ一緒。8から 9A とか乗り換えはやめた方がいいと思います。ほぼ進化してません。むしろカメラは退化してますからね。あと A シリーズは中古相場下がりやすい。下取り額もしょぼいので中古相場の下がりにくい。下取り額もでかい無印を持っておく方が得するので、8の方がいいと思います。乗り換えはやめた方がいい。ピクセル9発売日に計測したやつ。それよりもアップデート後5万点ぐらい上がってます。普段使いではどれもほぼ差が出ないと思います。次に電池持ち。電池持ちはバッテリー容量が増えているので、おそらくピクセル9 Pro XL ぐらい電池持ちいいんじゃないですかね。誤差レベルでしょう。おそらくこのブログ記事にて公開すると思います。X にて更新情報も載せます。背面見ましょう。残念ながらピクセル9持っていないので、発売日にレビューした以降、買っていません。なので9 Pro で比較します。ピクセル9と9 Pro は筐体もほぼ一緒、性能もほぼ一緒、望遠レンズがあるかないかの違いしかありません。なのでピクセル9無印と比較していると思ってください。ピクセル 9A は 6.3 インチですけど、ピクセル9よりも少し本体でかい。なぜならベーゼルが太いから。デザインは全然違います。カメラバンパーがなくなりました。出っ張りがなくなって嬉しい人もいるかもしれません。おそらくカメラ性能を落としているのでしょう。指紋の位置見ましょう。指紋の位置。ピクセルがすごいと思うのは廉価版だろうと指紋押しやすい位置上の方にあります。他メーカーは安いスマホ下にあることがあって押しにくいんですけど、ピクセル A シリーズ素晴らしいこの点。片手操作で一番押しやすい位置にあります。
ベゼルの太さ見ましょう。残念ながら 7A からベゼル極太になってます。ピクセル8、ピクセル9と比較するとだいぶ太いです。なので画面サイズ 6.3 インチの割に本体サイズはでかいと思います。ピクセル8や9よりも本体少しでかくなってます。フルハイビジョン動画だと200万画素に劣化して画質の違いがわからないので、この動画は 4K800 万画素で作っています。1200万画素の写真が6分の1に劣化します。左がフルハイビジョンで1回動画書き出しした写真。右の 4K800 万画素と全然違う写真になってます。かなりぼやけてます。食事や花などの接写、室内撮影はどんなスマホで撮影しても綺麗に撮影できます。なのでカメラ性能差の出やすい風景撮影をしていきたいと思います。よく縦向きや横向きに縮小されがちですけど、縮小すると画質の違いがわかりません。元の写真サイズはこのサイズ4対3です。このサイズを縮小せずにサイドバイサイドで比較したいと思います。次に写真見ていきましょう。ピクセル 9A 超広角レンズ、メインレンズ2倍望遠。メインレンズの5000万画素を切り出して1200万画素にして画質劣化しないはずの2倍望遠。ワンタッチで切り替えできます。ピクセル8も同じ。ピクセル9も一緒。夜景モードにしても同じです。今回ピクセル9 Pro を使ってカメラベンチマーク撮るけど、ピクセル9無印と比較していると思ってください。望遠レンズがあるかないかの違いでカメラ性能一緒です。スマホの画面で見ると違いが分かりにくいですけど、私は27インチ 4KPC モニターで見て比較しています。テンポが速いのでじっくり見たい人は一時停止してください。写真性能の結論、昼間写真どれもほぼ互角です。色味が違うぐらい。色味は好みが分かれるでしょう。夜景は超広角レンズ、ピクセル9無印が強いです。ピクセル8と 9A はほぼ一緒でした。メインレンズはどれもほぼ変わりません。
暗視撮影ナイトモードシャッタースピードはどれも1から3秒早いです。サクサク撮れる。言い忘れてたけど、夜景はすべてナイトモードで撮影しています。夜景モードかな？夜景モードの方が夜間綺麗に撮影できます。公平な比較をするためにこの秘密兵器を使って動画撮影していきたいと思います。今回 Pixel 9 Pro で比較するけど Pixel 9を持っていないのでプロで比較します。 Pixel 9と Pro は望遠レンズがあるかないかの違いぐらい同じ筐体、ほぼ同じ性能です。なので Pixel 9無印と比較していると思ってください。本日は晴れているので条件はいいです。かなり明るい。曇りや雨よりも綺麗に撮影できると思います。カメラは明るければ明るいほど画質が綺麗になって手ブロ性が強まります。時は今。明智光秀、ここに剣断。敵も本当にあり。どっこいせどっこいせ。意外と口山、良いところであろう。恥ずかしい。恥ずかしいわ。皆さん、福知山来たらこの自販機でジュースを買いましょう。福知山名物になるといいね。走ります。よく縦向きや横向きに縮小されがちですけど、縮小すると画質の違いが分かりません。縮小すると角角感や手ブレ補正の違いも分かりにくくなります。映像の滲みも分かりません。元のサイズは16対9。このサイズを縮小せずにサイドバイサイドで比較したいと思います。なので違いが分かりやすいと思います。スマホの画面で見ると違いが分かりにくいですけど、私は27インチ 4KPC モニターで見て比較しています。時は今。明智光秀、ここに剣断。敵も本当にあり。どっこいせどっこいせ。意外と口山、良いところであろう。恥ずかしい。皆さん、福知山来たらこの自販機でジュースを買いましょう。福知山名物になるといいね。残念。植物園今日も閉まってます。木に覆われている暗めの場所に進んでいくと、どのスマホもカメラ性能は落ちます。画質が汚くなってピクつきも目立つようになります。テーブル補正が弱まります。走ります。
皆さん、福知山来たらこの自販機でジュースを買いましょう。福知山名物になるといいね。残念、植物園今日も閉まってます。走ります。4K60fps フルハイビジョン 60fps メインレンズ。誰のや。4K60fps フルハイビジョン 60fps メインレンズ。誰のや。4K60fps フルハイビジョン 60fps メインレンズ。誰のや。4K60fps2 倍望遠。ピクセルのみ。4K60fps2 倍望遠。ピクセルのみ。
4K60fps2 倍望遠。ピクセルのみ。4K30fps 超広角レンズ。フルハイビジョン 30fps A36。走ります。4K30fps 超広角レンズ。フルハイビジョン 30fps A36。走ります。4K30fps 超広角レンズ。フルハイビジョン 30fps A36。走ります。次に夜間撮影、暗めの場所からスタート、明るい場所に進んでいきたいと思います。
はい、超広角レンズ 30fps、60fps。はい、超広角レンズ 30fps、60fps。はい、超広角レンズ 30fps、60fps。動画性能の結論、ピクセル QA、4K60fps 超広角レンズ使えません。4K30fps 以下だと動画撮影中レンズ切り替え可能です。ピクセル8と9は 4K60fps まで全レンズ撮影可能。動画撮影中レンズ切り替えも可能。超広角使うなら無印の方がいいと思います。風切り音はどれも軽減されるので屋外撮影可能。ピクセル QA 廉価版なのに風切り音軽減されるのは素晴らしいです。大変素晴らしい。他メーカーはハイエンドじゃないと風切り音軽減されません。風が吹いても撮影できる。次の動画性能結論。メインレンズ昼間、ピクセル QA 画質がやや劣っていました。でもまあ普通に使えるレベル。超広角はピクセル Q が画質優れていました。4K30fps しか超広角使えないのでピクセル QA が一番劣っている感じ。メインレンズ夜間も同じ傾向にあります。夜間特に QA 画質がビルより劣ってて差がかなり出てます。やや画質ぼやけてる感じ。手ブロ性はどれもほぼ変わりません。超広角レンズはピクセル Q が画質一番綺麗。次に 60fps が使える8、QA。そんな感じ。メインレンズは8と9、昼も夜間もほぼ一緒。画質一緒です。QA がやや劣る感じ。特に夜間は結構落ちます。ピクセル QA はいいスマホなのか。写真は素晴らしいです。ピクセル Q とほぼ変わらない。超広角の夜間が劣るぐらい。動画の画質が劣ってるのが残念です。特に夜間。ピクセル8から QA の乗り換えはやめた方がいいと思います。SoC 性能ほぼ一緒。カメラに関しては退化しているのでやめた方がいいです。あと A シリーズは価値が下がりやすいので無印を持っておく方がいいでしょう。最後にピクセル QA。
5段階評価やっていきます。じゃん。定価だと普通です。なぜかというと、128、8万円まあ普通。256だと1万5000円高くなって9万5000円、ほぼ10万円。256だと2に近いぐらいになると思います。やめた方がいいでしょう。他メーカーの256のスマホ買った方がいいと思います。8万円128。これもなんか微妙です。まあ普通。Xiaomi の POCO X7 Pro とか5万円ぐらいで売ってますからね。ポイント還元すると4万8000円とか。それ256で4万8000円です。メインレンズの動画の画質、Xiaomi の方がいいと思います。でも Pixel セール時、実売価格、私が買った金額5万2000円なら、ドゥル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 じゃん。評価4です。なぜ5にならないかというと、128だから256がこの価格なら間違いなく5でしょう。欠点は動画のメインレンズの画質が劣ってる。特に夜間微妙な感じ。使えるレベルですけど、あとベゼルが極太。画面ベゼル。それによって評価は4です。256普通に1万5000円も格が上がります。ご視聴ありがとうございました。